ついに今日から学校が再び始まるということで、まあ最初はそんなもんでしょうということで。오늘 많이 있고やばい美味しそう。頑張った甲斐があります。じゃん。はいそうです。もちろん。朝のね、朝のとにかく保湿っていう感じです。リピ買いって感じ。おはようございます。ついに今日から学校が再び始まるということで、準備をしていきます。学校に行く準備をします。これはニュニュで買いました。これにちょっと準備をしていきます。何も入ってないまだ。テンションを上げていこうということで、新しいカバンを買いました。まずは筆箱。あとはじゃーん、ノートです。これは前も使ってたノートなんですけど、じゃーん。ノートはね、こんな感じでその日習った文法とかを書いてます。で、教科書はほんまは授業がね始まる前日までに買いに行かなあかんないけど、買いに行くのもう完全に忘れてたよ、ほんまに。で、代わりに友達がね、私の分も一緒についでに買ってきてくれたので、後でもらいに行きます。で、そのために今日は早くちょっと投稿をしないといけないっていう。なので、ちょっと急ぎます。ね、あとはじゃーん。AirPods もこれがなかったら私は移動できないというぐらい音楽が大好きです。じゃじゃじゃん、かわいいキーホルダーがついてます。これも友達がくれました。あとはみゆみゆのカードケースです。韓国はね、現金をほぼ使わないので、もうほんまにカードだけで生活してます。だからカードケースです。これはポーチ、最低限のリップとか充電器とか入っております。こんな感じかな。今日からね、新しいクラスなので一人ですまあ最初はそんなもんでしょうということで行ってきます。もう寒いで絶対。もうヒートテックも着て、これも着て、このねズボンの中にもあったかいやつを履いてます。で、靴下もモコモコです。ダウンを着ました。ピンク。行ってきます。ママー。イエーイ。めっちゃあれやん。新しい教科書緑。しかも緑になりました。ちょっと見ます。おはようございます。おはようございます。いやからあれ。おー。バイバイ。また後でね。後でな。오늘 많이 있고 하나씩 먹으래요. 근데 아마 조금 있으면 괜찮을 것 같아요.普通にカツにしようかな。それカレーはちゃうよな。やばい美味しそう。頑張った甲斐があります。このために頑張りました。はい、いただきます。ちょっとこのやつ定期的にやるな、じゃないと頑張れやんから。最近わさびで食べるの大好きやねんな。なあ、マイブーム焼肉もわさび。塩わさび。そう、塩わさびやばいよな。日本やったらやったことない。それしかもなんか韓国のわさび辛くないのにさ、味濃い気する。わかる。わさび。わかる。わかる。言いたいことわかる。言いたいこと日わかる。本のわさびとは違う。じゃあたっぷりめに食べましょう。はい、そうです。もちろん。うまいな。味噌もあるけどこれ。からしじゃない？あ、絶対味噌じゃない。今までからしでさ。これから赤い。コチュジャン系？これキムチっぽくない？ちょっと確かに白菜。ちょいから。うまい。どうなるやろ。今までさ、ゆきめっちゃ楽しみ。ゆき最高やったらさ、香りそう。ゆきみたいな。待って、今日雪降ってる。早めに出たが。それおいしい。결제 수단을 선택해 주세요. 짠!
リーブヤングでねちょっとだけ買い物をしてきたので購入品紹介をしたいと思います。じゃーん、まず1つ目はこちらです。トリデンのパックです。これはとにかく水分補給をするためのパックって感じです。私パック大好きで2日に1回とか3日に1回とかパックをするんですけど、それもめっちゃ高いのをするっていうよりはこういうオリーブヤングとか薬局で買える比較的値段が安いものをこまめにねするようにしてるんですけど、これはね美白とか毛穴とかそういう何かに特化してるっていうよりはほんまに今の時期にぴったりなとにかく保湿っていう感じです。ほんまに普通のパックなんやけどそれが逆にいいみたいな感じで、このパックはもうね冬で乾燥がやばいから最近はよく使ってます。トリデンのねパックです。有名やと思う。これ結構人気で売り切れのオリーブヤングとかもたまにあるんですけど、なので見つけた時に私は買うようにしてます。こちらとあとはこちらです。美容液、これはグーダルのダークスポットケアセラムビタシー。これはねもう私高校生とか大学生とかの時からもうずーっと使ってるんですけど、なんかもうとりあえず家には1本欲しいみたいな感じの美容液です。これが何がいいかって言ったらなんかとにかくこの塗った感じも私はめっちゃ好きで、匂いとかもねあっさりした、これみかんのエキスが入ってるんですけど、そういうあっさりした柑橘系の匂いで、あとはダークスポットって書いてるぐらいやからほんまにねくすみを飛ばしてくれる感じがします。これをね1回使ってすぐくすみが消えるっていうよりはこう継続して日々のスキンケアに取り入れることでこうくすみがねあんま気にならんくなるかなっていう感じがするから、私は家にはストックで常に置いてる美容液の一つになります。おすすめ。よくね美白ケアを聞いてもらうんですけど、私はビタミンをサプリでもスキンケアでもそうやけどなるべくね取り入れるようには意識をしてます。でスキンケアは次ラストです。アヌアのクリームです。これもね私リピ買い商品なんですけど、これはねしっかり保湿をしてくれてベタつかないって感じだから、私はこれを朝に使うようにしてます。朝も夜もこれを使ったらこうベタつかんクリームな分、今冬の時期とかはちょっとね保湿が足らん気がするから、こういうパックをしたり、あとは夜はもうちょっとこってりしたものを使うようにして朝洗顔してこの保湿もしてくれるけどあんまりベタつかんクリームを塗って化粧をするって感じにしたらあんま化粧崩れもしやんし、ちゃんと保湿もされて乾燥も気にならんかなって感じです。これはね朝を使うのに私的に最適です。やっぱり冬やから保湿はしっかりしたいねんけど、こうこってりしすぎるものをつけると後に乗るクッションファンデとか下地とかのねノリがあんま良くないというか、こう化粧に響いてくるのがめっちゃ気になるんですけど、これはねそういう心配が私的にはないので、朝のクリームなんかいいのないかなとか困ってる方がいたらちょっとおすすめです。個人差はあると思うんですけど、私的には結構リピ買いって感じで、次はこちらです。バニラコのリップスティックです。これは02番ピンクチュー。出してみるとこういうのなんですけど、今も実は使ってて、私はいつもこうリップをするときにリップスティックで縁取ってからリップを塗るんですけど、そうした方がやっぱ写真とかがね盛れるのよ、こうちゃんと縁取った方が。なんですけどこうリップスティックを最初使った時に他のブランドのやつを使ったんですけど、なんやろ縁取ってる感が結構その時はね出ちゃったんですけど、これは初めて使った時からその縁取ってる感とかがあんまなくて、こう自然に唇を大きく見せてくれる感じがするからお気に入りでよく使ってます。自然ナチュラルなリップスティックです。で塗りやすい。これもリピ買いです。でラストはこちらビューセン。これはめっちゃバズってるじゃんであんまり期待はしてないんですけど買ってみたっていうやつです。なんかとにかくホワイトニング効果がこれはちょっとあるらしくて、最近日本じゃなくてホワイトニングになかなかねいけないので難しくて、やっぱ言葉の壁があるじゃん。だからちょっともう最近はホームケアで頑張ってるんですけど、ほんまにホワイトニングがねどっかいいところがあったらほんまに教えてくださいっていう感じです。教えてください。なんかホワイトニングとかもさこう合わんのをやったらさ歯が痛くなったりするじゃん。こう知覚過敏みたいにしみたり、それがめっちゃ怖くてなかなかいけてないんですけど、なんか本当にいいホワイトニングの歯医者があったら韓国で教えてください。ホワイトニングのために日本に帰るとかもできなく、一旦ちょっとこの歯磨き粉を使いたいと思います。気持ちいい程度にでも明るくなれば嬉しいなっていう感じです。はい、こんな感じでちょっと購入品紹介をしてみました。以上でございます。じゃん。最近ね編集とかでもう夜ご飯作るのめんどくさいなって時に食べてる豆腐とご飯と卵と韓国海苔とかで味付けしたやつ。 자, 오늘도 우리 덱스의 냉터뷰에 또 PPL을 맡겨주신 곳이 있습니다. 가진 소래는과 부드러운 처음처럼이 섞여져서 일단 저는 맛이 굉장히 궁금하거든요.
저도 바로 마셔보면서 여러분들한테 알려드리도록 하겠습니다.だし醤油足らんかった。豆腐でかさ増しした卵ご飯みたいな感じだよねこれは。けどこの味じゃなくてもだし醤油とネギとかしらすとネギとかキムチと韓国海苔とかなんかいろんなね組み合わせをしたらね結構飽きずに食べるからおすすめです。